実は、おばあちゃんにお話ししたいことがあって、ミキとの間に子供ができました。それで結婚しようと思っているんです。そう伝えた瞬間、部屋の空気が少し変わった気がした。不思議な力を持つ祖母はミキに視線を向けじっと見つめる。微笑みはそのままだが、その目には鋭さが宿っていた。そして祖母は穏やかな声でこう言った。子供？できたのは借金じゃないの？俺は伊藤智明、25歳の都内の商社で働く会社員だ。俺とミキが出会ったのはちょうど1年前の秋だった。紅葉が見頃を迎えた公園で友人に誘われたバーベキューがきっかけだ。正直、当時の俺は仕事が忙しく、友人の誘いを断ろうかと思っていた。しかし、しつこく誘われたため、しぶしぶ参加することにした。そのバーベキューには十数人が集まっていて、その中にミキもいた。彼女は俺の友人の知り合いで、気さくに話しかけてくれる明るい女性だった。最初の印象はよく笑う元気な人だなという程度だったが、彼女の自然体な振る舞いがどこか魅力的だった。バーベキューが進むにつれ、ミキと話す機会が増えた。俺が焼き係としてせっせと肉を焼いていると、ミキが近づいてきて、手伝いますよと笑いながら声をかけてきた。その笑顔が妙に眩しく、俺は少しだけ緊張しながら、じゃあこれお願いとトングを渡した。そこから自然と会話が始まった。彼女は人と話すのが得意らしく、俺が不器用に答えてもうまく話を広げてくれる。話しているうちに彼女が明るく見えても、実は少し影があるような印象を受けた。それが気になり、俺は彼女にもっと興味を持つようになった。その日、バーベキューが終わった後、解散する直前にミキがこう言った。智明さん、楽しかったです。また、どこかでお会いできたらいいですね。その言葉に俺は、また会いたいという気持ちが芽生えた。そして思い切って彼女の連絡先を聞くと、彼女は快く教えてくれた。その後、俺たちは何度か食事に行くようになった。彼女は明るく気さくで、一緒にいると楽しい気持ちになった。お互いの仕事の話や趣味の話をしながら、少しずつ距離を縮めていった。彼女の口から出る言葉は、どれもポジティブで、こんな人と一緒にいられたら、毎日が楽しくなるんじゃないかと思わせてくれた。だが、今思えば、その明るさの裏には彼女なりの計算があったのかもしれない。彼女の過去について深く聞こうとすると、話題をうまくそらされたことが何度かあった。それを当時の俺は深く気に留めなかったが、今ではそれが伏線だったと思わざるを得ない。半年後、俺たちは付き合うことになった。二人でいる時間が心地よかったし、いつも笑顔のミキといるのが楽しかった。それからはデートを重ね、時には些細な喧嘩もしたが、大きな問題もなく付き合いを続けてきた。そんな普通の、どこにでもある平凡な毎日を送っていたが、人生を大きく揺るがす出来事が起きた。俺が一人暮らしをしているアパートに、ミキが話があると言って訪ねてきた日の出来事だ。珍しく緊張した表情でミキは部屋に入ってきた。俺はその様子を疑問に思ったものの、きっとあまりアパートに来たことがなかったせいだと思っていた。ミキはそわそわと落ち着かない様子で俺の前に座った。そしてお腹にそっと手を当て、俺を上目遣いで見つめながらこう言った。ねえ、智明、聞いてくれる？私、赤ちゃんができたの。え？ミキはまだ22歳になったばかりだ。まだまだやりたいことがいっぱいあると言っていた。それに俺だってまだまだ仕事で精一杯で、結婚なんてまだ先の話だと思っていた。正直、妊娠のことを告げられた時、どこか現実味が湧かず、頭が混乱した。本当に？そうよ。お医者さんに言ったら妊娠2ヶ月ですって言われたの。これ見てくれる？ミキが差し出した白黒の超音波写真を見た瞬間、
これは本当に現実なんだと実感せざるを得なかった。ミキはその写真を握りしめ微笑んだ。私、産んでもいいんだよね。結婚して、二人で頑張ろうね。こうなったら、逃げも隠れもできない。俺は腹をくくり、ミキとお腹の子を大切にしようと思った。ミキ、結婚しよう。結婚となると、家族への報告が必要だ。出来婚というのは、なんだか両親に申し訳ないような気がしたけれど、俺は素直に両親へ事情を説明した。両親は俺の話に驚いた顔をしたが、父は黙ってうなずき、母は少し渋い表情を浮かべたが、責任を取るならしっかりやりなさいと言ってくれた。その言葉に少しほっとした。ただ、一つだけ条件がつけられた。それは父方の祖母にミキを連れて挨拶に行くことだった。俺の祖母は山間の田舎に住んでおり、夏休みや正月に訪ねていくのが子供の頃は楽しみだった。俺にとって祖母は小さい頃から頼りになる存在であり、何かと人生の節目で的確な助言をくれる人だ。地元では不思議な力を持つおばあさんと噂されることもあり、誰もが一目置くような存在だった。その祖母のお眼鏡にミキが叶うのかどうか心配だ。ミキに田舎に住む祖母にも会ってほしいとお願いすると、ミキは少し驚いたようだったが、ぜひお会いしてみたいと言ってくれた。俺は早速、週末に祖母の家を訪ねる計画を立てた。予定を立てている最中、ミキは何度か体調が悪そうな素振りを見せた。大丈夫と尋ねると、つわりが少しねと答えた。お腹に子供がいるというのは大変なことだと感じた。妊娠初期だから無理をさせないように、できるだけ彼女を気遣うようにした。週末になり、俺たちは一泊の予定で祖母の家へ向かった。高速道路に乗り、しばらく走ると、街の景色から緑豊かな田舎の風景に変わり始めた。遠くに見える山々のシルエットが徐々に近づき、季節の変わり目を感じさせる心地よい風景が広がっていた。助手席のミキは最初のうちは楽しそうに窓の外を眺めていた。俺もその様子に少し安心して、結婚した後の新居について尋ねた。その質問にミキは最初は笑顔で答えてくれた。明るいリビングがいいかな。でも、ともあきくんが決めてくれるなら、それでいいよ。その答えに俺は少し嬉しくなり、家族の将来像を思い描きながら会話を続けた。しかし、途中からミキの表情が曇り始めたのに気づいた。何かを考え込むように窓の外をじっと眺め、時折小さなため息をつく。俺がどうしたんだと尋ねると、ミキは一瞬だけこちらを見たが、すぐに目をそらして何でもないと短く答えた。その言葉にはどこかぎこちなさがあり、俺の中に小さな不安が芽生えた。疲れたなら途中で休憩するか？俺の提案にもミキは首を横に振るだけだった。その後は会話が途切れ、車内にはしばらく気まずい沈黙が流れた。高速道路を降り、田舎道に入ると祖母の家まであと少しだった。稲穂が風に揺れる田園風景が広がり、秋の澄んだ空気を感じさせる。窓を少し開けると草木の匂いがふわりと車内に入ってきた。夏休みや冬休みになるとよく遊びに来てたんだ。おばあちゃんの作る料理がうまくてさ。俺の言葉にミキは興味もなさそうに、そうなんだとつぶやき、また窓の外を眺め始めた。その横顔には少し緊張したような表情が浮かんでいた。もうすぐ着くよ。祖母の家に着いたのは午後2時頃だった。長い年月を経た古い日本家屋はどこか厳かな雰囲気を漂わせている。玄関先には小さな庭が広がり、色とりどりの草木が手入れされていた。着いたよと俺が声をかけると、ミキはふと我に返ったようにうんと答え、車から降りた。彼女は少し緊張した面持ちで玄関の方を見つめていた。大丈夫だよという意味を込めてミキの背中にそっと手を当てた。俺が玄関の引き戸を開けると、
祖母が穏やかな笑顔で迎えてくれた。よく来たね、智明。それに、こちらがミキさんだね。はじめまして。祖母の柔らかい声が少し張り詰めた空気を和らげた。ミキも小さく頭を下げた。はじめまして。よろしくお願いします。その声にはどこか緊張が混じっているのが分かった。祖母はミキを優しく見つめながらふっと微笑んだ。だがその目には一瞬だけ鋭い光が宿ったように見えた。それに気づいたのは俺だけかもしれない。暖かな部屋の雰囲気にミキは少しずつ緊張をほぐしたようだったが、俺の中にはかすかな違和感が残り続けていた。応接間に通されテーブルを囲んで座る。祖母はミキに温かいお茶を差し出し、ゆっくりと腰を下ろした。その間、俺の心の中では伝えるべきことに対する緊張が高まっていた。話を切り出すタイミングを測りながら何度も頭の中で言葉を組み立て直す。俺は慎重に言葉を選びながら話し始めた。実はおばあちゃんにお話ししたいことがあって、ミキとの間に子供ができました。それで結婚しようと思っているんです。そう伝えた瞬間、部屋の空気が一変した。祖母はミキに視線を向けじっと見つめる。その視線にはどこか鋭いものが感じられ、微笑みを浮かべたまま静かにこう言った。子供？できたのは借金じゃないの？一瞬何を言われたのか理解できなかった。俺は思わず祖母を見つめ返し言葉を失った。隣に座るミキは祖母の言葉を聞いた途端ピクリと肩を震わせたが、次の瞬間には平然とした表情を装い、わざとらしい笑顔を浮かべた。おばあちゃん、冗談きついですよ。そんなわけないじゃないですか。どういうことだ？本当は何か隠しているのか？俺が真剣な顔で問い詰めると、ミキは一瞬目を泳がせたが、すぐに腕を組み直し、わざとらしい笑顔で言い放った。隠してるって、そんな大げさなこと言わないでよ。ただ、おばあちゃんってそういう力があるんですよね。ちょっと言ってみただけじゃないですか？その態度に、俺の胸の中で疑念が膨らんだ。祖母は目を細めながら、ミキに嘘は良くないと諭した。それを聞いて、ミキはわざとらしくため息をつき、俺の方に体を向け話し出した。ねえ、智明。どうして私が嘘をつく必要があるの？妊娠の証拠ならあるじゃない。あの超音波写真だって見せたでしょ？あの超音波写真、本当に君のものなのか？はっきり言ってくれ。診断書を見せてくれてもいい。ミキは一瞬だけ黙った後、急に笑い出した。その笑いはどこか不気味で、俺の背筋を冷たくさせた。そんなに疑う？じゃあ言うけどさ、あれ、フリマサイトで買ったのよ。その瞬間、部屋の空気が凍りついた。俺は言葉を失い、呆然とミキを見つめた。俺が知っているミキとは思えなかったのだ。ミキの言い分としては、妊娠してるって言えば、俺が責任を感じて結婚すると言い出すと思ったそうだ。結婚すれば、俺の預金を好きに使え、借金もなんとかしてくれるんじゃないかという魂胆だったらしい。ミキは借金のために俺を騙そうとしたのだ。愛情がスッと冷めていくのを感じた。ミキは開き直った態度で俺に言う。騙すとか、そんな大げさな話じゃないでしょ？私はただ自分が幸せになるためにベストな方法を選んだだけ。あんたって優しいし、こういう話に弱そうだから簡単に結婚してくれると思ったのよ。その態度に怒りがこみ上げてきた。本気で言ってるのか、俺を利用しようとしてたってことなのだろうか。俺は頭が混乱し何も言えなかった。ミキは肩をすくめて話し続けた。そうね。利用したかったのは事実かも。でも、それが何？みんな誰かを利用して生きてるでしょ？
だからしょうがないと思わない？その開き直った言葉に俺は拳を握りしめた。祖母が静かに口を開き、ゆっくりと語りかけた。ミキさん、人は嘘をついて他人を傷つければ必ずその報いを受けるものだよ。その祖母の言葉をミキは鼻で笑い、立ち上がると俺を見下すように言った。ま、どうせおばあちゃんの言うことは信じるんでしょ？いいよ、もう面倒だから他の人当たるし。じゃあね。そう吐き捨てて、ミキはそのまま部屋を出て行った。彼女の後ろ姿を見つめながら、俺は決して許さないという強い決意を抱いた。祖母の言葉に従って、俺の人生を取り戻すために、全てを清算することを心に誓った。ミキが俺を騙そうとした件を正式に処理するため、俺は弁護士に相談し、彼女の行為を記録していた証拠を提出した。祖母の家で、彼女が妊娠は嘘だったと自白した録音と、フリマサイトで購入した超音波写真のデータ、さらには借金の詳細まで徹底的に調べた結果、彼女の虚言癖はあまりにもひどいものだった。まず、借金総額は300万円以上。そのほとんどが高級ブランドや趣味に使われたものだった。それだけでなく、彼女が別の男性とも婚活アプリで連絡を取り合っていた証拠も出てきた。俺を騙しただけでなく、他の人にも手を出していたのだ。これだけの事実を手に入れた俺は、彼女に法的手段を取ることを決意した。彼女に婚約破棄の慰謝料請求を突きつけ、さらに嘘をついて俺を騙そうとした件についても追及する準備を進めた。その後、俺の弁護士が婚約破棄の慰謝料請求を進めるだけでなく、ミキの行為を結婚詐欺として正式に訴える準備を整えた。彼女が妊娠を偽装して結婚を企てた件について嘘を証明する十分な証拠が揃っていたからだ。フリマサイトで購入した超音波写真、祖母の家での録音、そして彼女自身の借金問題。これら全て揃い、弁護士は彼女の行為が立派な詐欺行為に該当すると判断したからだ。弁護士から通知を受けたミキはすぐに俺に連絡してきた。電話越しに聞こえる声は俺と付き合っていた頃とはまるで別人だった。何よこれ。あんた、本当に私に慰謝料請求するつもり？ふざけないでよ。ふざけてるのはそっちだろ。嘘をついて俺を利用しようとした責任は取ってもらう。ミキはさらに逆上し、俺に対しての罵詈雑言を並べ立てた。さらに根拠もなしに訴え返すとも言い出す始末だ。あまりのデタラメな思考に俺はミキと話すのが嫌になった。詐欺ってどういうこと？私はただ結婚したかっただけなのに、そんなひどいこと言うなんて。妊娠のことだって少し行き違いがあっただけじゃない。そんなことをミキは言うが、行き違いで済む話じゃないと思う。ミキがしたことは完全に犯罪だ。俺は冷静に弁護士に任せてるから直接話す気はないと反論した。結局、ミキは裁判沙汰になるのを避けるため、俺との婚約破棄に伴う慰謝料を支払うことに応じた。それに加え、結婚詐欺の件でも罰金相当の額を請求され、結果としては彼女の借金はさらに膨れ上がることとなった。彼女の嘘は瞬く間に周囲に知れ渡り、友人や知人からの信用を完全に失った。職場でも借金の問題が露見し、トラブルを起こした結果、解雇されることに。実家に戻ったものの、親からも自分で蒔いた種だと冷たく突き放されたという。さらに、彼女が婚活アプリで接触していたもう一人の男性からも追及を受けた。その男性にも妊娠を匂わせて金を借りようとしていたことが発覚し、二重のトラブルに追い込まれたミキは周囲から完全に孤立した。数ヶ月後、街で偶然ミキを見かけた。彼女の姿は以前の明るい笑顔など跡形もなく、どこかやつれ疲れ切っていた。俺の方を見つけると、ミキは一瞬だけ目を合わせたが、すぐに視線をそらして足早に去っていった。その背中にはかつての華やかさはみじんも残っていなかった。俺はその姿を見ても何も感じなかった。ただ祖母の言葉が頭をよぎった。
人はね、自分のしたことの結果を必ず背負うものなんだよ。これからは自分を大切にしてくれる人を見つけなさい。その言葉に俺は心から感謝した。祖母の助言がなければ俺はまだミキに騙され続けていたかもしれない。家族の支えと祖母の洞察力が俺を救ってくれた。俺は新たな一歩を踏み出す決意をした。ミキのような人間に二度と関わらないと心に誓い、仕事に精を出し、穏やかな日常を取り戻していった。